こんにちは。こんにちは。スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、またよろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。はい。松山さん、はい。今回ですね、スペシャルエディション、はい。スカジャンの中のスペシャルエディションの交渉っていうのがあるんですけど、はいはい。そして今回、ね、紹介したくて持ってきました。交渉ってこれまでにも何度かこの番組の中でお話ししてもらってるんですけど、ちょっとおさらいとして、交渉とは何ぞやっていうところを簡単にお願いします。はい。テーラー東洋のある、東洋エンタープライズって会社ですよね。はい。その前身にあたるのが交渉商会っていう、スカジャンのその当時米兵に売ってたスカジャンのそのパイオニアといいますか。はい。もう1940年代にはスカジャン作ってた。そういうことですね。はい。はい。で、その中のスペシャルエディションとして、今回復刻させてもらってるのがその交渉っていうネームでやらせてもらってるんですよ。交渉のネームをつけるスカジャンの基準っていうのは何かあるんですか？そうですね。ヴィンテージでもすごい珍しいものだったりとか、すごい作るのに手のかかるもの、手の込んだものっていうのを基準にしてますね。特別なものが今日はここには来てるということですね。そういうことです。はい。じっくりお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今日松山さん来てらっしゃるこちら、雰囲気が随分今までのスカジャンと違うなと一目でわかるんですけど、その理由はですね、こちらヴィンテージなんですけども、1940年代後半のものですね。もうそんな古いやつなんですね。そうですそうです。普通はボディがグリーンだとですね、袖山のラインっていうのもグリーンになるんこ確かにそうですね。こう一緒の色を使いますもんね。大体こう。なんですけど、こちらはブルーを使ってるじゃないですか。これはヴィンテージもすごい珍しいんですよね。本当にこの色のバランスが素晴らしくて、こういう組み合わせって松山さん自体は今いろんなヴィンテージ見てきた中で目にすることってあるんですか？いや、ないんですよ、それが実は。だからこの色彩感覚っていうんですかね、すごいなと思って、これもヴィンテージで見つけた時びっくりしました。しかもですね、この竜がすっごいでっかいんですよね。ジャパンマップの柄って普通にモチーフも一緒に刺繍されるんですけど、大概もうちょっとちっちゃいものが多いんですよね。これはもう日本地図の周りも竜がぐるぐる巻いてですね、すごいダイナミックな作品なんですよね。ちょっといいですか、こちら。それで今回こちら復刻させてるんですけど、もうヴィンテージに忠実にやっております。本当大きいですね、刺繍の盤面が。まずこの大きい、先ほど私も申したこの大きい竜もそうなんですけど、ちゃんとこの袖山もちゃんと順じてブルーにしてますし、あとですね、こちら見ていただきたいんですけども、ちらっと見えてると思うんですけど、このポケットの袋地もヴィンテージに準じてブルーにしてるんですよね。普通は友生地、そうですね。こういったグリーンとかが多いと思うんですけど、ちらっと見えて、アクセントになるわけですね。そうなんです。これが良くないですか？かっこいいですね。そうなんですよね。すごい。で、あとその深いグリーンだったりとか、このワインレッドとかも使ってるんですけど、それにこの黄色い竜がすごい映えるんですよね。そうですね。すごい刺繍自体はビビッドな色使いで、細かい刺繍が施されてるわけですね。で、ボディがシックな濃い色ですね。そうなんです。なんかトータルでいろんな色を使っちゃってますけど、バランスがすごく取れてて、そうなんですよ。面白い。で、このものだけ見るともそうなんですけども、実際着た時にすごいなんか雰囲気がいいんですよね。そうですよね。なんかいわゆるそのアメリカのベースボールジャケットみたいな感じが、よりアメリカンな雰囲気がね、出てきてますよね。そうなんです。さすがスペシャルですね、そこは。そうです。スペシャルですよね。松島さん、毎回ですけど、スカジャンといえばリバーシブルじゃないですか。当然です。裏気になりますよね。そうですね。ちょっとひっくり返っちゃっていいですか、これ。よいしょ。よっ。裏も珍しい配色ですね、これ。そうなんですよ。ワインにゴールドと言いますか。ちょっと確かめるために松島さん裏返してください。これはヴィンテージ。ちょっと僕怖くてできない。そうですね。じゃあちょっと僕はこっちを整えておきます。これ綺麗ですね、この黄色が。そうなんですよ。同じだ。どうすか。はいはいはい。まんまじゃないですか。
こっちの虎もすごい絵心のある刺繍職人さんがやってるとすぐ一目瞭然じゃないですか。この味わい深い顔、はいはい、そうなんです、そうなんです。程よくデフォルメされてて、これ偶然なのかわざとなのかわかんないですけど、虎の黄色の刺繍と袖の黄色がマッチしてて、これもすごい統一感ありますよね。まとまってる。しかもですね、こちら見てください。普通虎って黒い縞模様じゃないですか。これここワインの縞模様も入ってるんですよ。じゃ完全にこの組み合わせを意識して間違いなくこの刺繍はされてたんですね。計算されてるんですよね。確かに普通の虎と違うわ。マッチしてますよね。素晴らしい。すごい、それで統一感が出てるわけ、まとまってるわけですね。そうなんですよ。これリブも合わせてですか？そうですね。この色あせたこの赤系の同系色でね。そうなんですよね。しかもこのテンション見てください。確かに、これはいわゆるスペシャルならではの、そうなんです。交渉ネームならではのやつなんですね。古い編み機をですね、再稼働させてですね、これを編んでもらってるんですよ。もう当時のやつ。そうです。しかもですね、ジッパーなんですけども、ファスナーですね。こちらの手曲げ式の当時と同じそのファスナーを使ってるんですよね。手で、要は今だともう型に流し込んで作るじゃないですか。これはいわゆる鉄板を曲げて手作業で曲げてこの形を作ってるんですよ。しかもここの差し込み棒の方もですね、生地を貫通させてですね曲げて作ってるんですよね。こういうところももう当時のままこのヴィンテージなんかに準じてやってらっしゃると。そうなんですよ。あとですね、こちらですね。交渉ネームがついてるんですけど、交渉ってきっちり入ってますね。英語と日本語で漢字で。そうです。気になりませんこれ。大中小、これは大なんですけど、大中小でサイズを表記してるんですね。僕が着るやつなんか特特大とか着ますからね。ですね。結構実はですね、ヴィンテージちょっと言いにくいんですけど、ヴィンテージ結構肥満っていうサイズがあったりとかですね。肥満ってここに書くんですか？いや肥満ってハンコが押しだったりとかいろいろあるんですけどね。あと中が波ってなってたりとか。中が波だったり。肥満ってひどいですね。もう私完全それですね。いえそんなことありませんよ。そんなことないですよ。ちょっと別注やるときはますます肥満じゃないですよ。いや別注やるときは僕は肥満ってサイズで作ってほしい。漢字で肥満って書いてあるサイズを見てみたいですね。それそんなのあるんだ。いやあるんですよ実は。私何回か見たことあるんですけど。何回かあるぐらい。あります。でもやっぱ珍しいです。珍しいです。そうなんですよね。それがもう交渉ネームでのスペシャルエディションなんですよ。もうそういうところも順次でこだわってやってます。今回はですね、ちょっとスペシャルエディション2着あるんですけど、ちょっとですね今回ジャパンマップ柄っていうのをより強調してましてですね、これももちろんジャパンマップ柄じゃないですか。マップ竜がで竜に囲まれた日本列島。でこちら後ろに飾ってあるものも全てジャパンマップ柄なんですよね。いろんなのありますね。そうなんですよ。一言でマップ言っちゃいますけど、こちらはちょうど着てらっしゃるのヴィンテージです。元になったやつですね。そうなんですよね。大好きですこのマップは。いいですよね、しだら桜。でもう一着紹介していいですか？こちらなんですけども、こちらもジャパンマップ柄なんですよね。これはもう一つのスペシャルエディション。そうなんです。こちらも交渉です。で、後ろ見ていただいても分かると思うんですけども、一番のポイントがですね、こちらの朝鮮半島が入っているか入ってないか。そうですね。やはり米兵が着てたものですので、戦争じゃないですか。でちょうどこの38度線が入っているってことは、朝鮮戦争を意味するんですよね。なのでその前か後かっていうので、これが入っているか入ってないかのところで、じゃあこれが入ってるってことは、朝鮮戦争の後に作られたものだろうと。そういうことです。そこがポイントなんですよ。年代見分ける。これもヴィンテージにほぼ準じた刺繍になるんですか？そうなんです。よく聞いてくれてます。こちらがヴィンテージになります。同じだ。でちょっとよく見ていただきたいんですけども、ここですね、
キルティングのステッチっていうのが、はい、和紙のこう通らないようにストップされてるんですよ。ごめんなさい、はい、キルティングのステッチっていうのはこのダイヤ柄のステッチですよね。はい、まあ、日本地図の方はステッチは貫通してるんですけど、はい、この和紙のこのところは貫通されてないんですよね。羽のところとか、はい、顔のところとか、はい、確かにステッチは止めてありますよね。そうなんです。意図的に止めてるんですよ。これはこの刺繍を上からノイズが入らないように止めてるんですよね。すごくそれって、はい、手間のかかることなんじゃないですか。もちろんです。一着一着でダダッタって止めなきゃいけないですから。止めて、はい、でまた始めてみたいな。もう本当だ、いろんなとこが止まってるんで、これもヴィンテージと同じやり方なんですね。そうなんです。なのでこちらはもう交渉スペシャルエディションなんですよね。スペシャルエディションならではの手間のかけ方なわけですね。これはそういうことなんです。これは説明聞かないとわからないです、僕には。ですよね。一瞬見ただけでわかんないですよね。はい。実は胸もなんですよね。本当だ。ステッチが取ってない。そうなんですよ。さらにですね、この写実的なこの和紙、あとこの羽のこの色使いのグラデーションとかですね、あとこの表情とかすごいキリッとしてるんですよ。確かに見入っちゃいますね。あと面白いところが、こちらジャパンって刺繍入ってないですよね。背中普通入りますもんね。でこちらに富士山が描かれてるんですけど、富士山の裾野が綺麗なベージュを使ってるんですよね。雪の頂上のとこだけ真っ白で、普通は青系の色とかグレー系とか青とか、確かに水色とかね、多いんですけど、これはベージュを使ってるんですよ。そこもすごい面白いんですよね。本来だったらこの富士山と和紙だけでもいいぐらいなんですよね。確かにね。ジャパンマップの柄にこの和紙が足されてるっていう、すごいこれだけ豪勢な和紙をあえて入れちゃってるんですよ。すごい構図ですよね。やはり気になるリバーシブルですよね。そうですね。こっちもいいですか。はい、お願いします。同じです。同じですか。胸大きいですね。大きいです。大きいです。すごいゴージャスですよね。しかもこの後ろ見ていただいていいですか。よいしょ。背中の部分ですか。富士山がいますね。龍虎対決っすよ。龍虎。そうなんです。先ほど言ったようにこっちはちゃんと富士山裾野の方はブルー系なんですよね。そうですね。あとはですね、このブルーのこのボディに対してのこの赤の色糸の使い方がすごいんですよ。ビビッドですね。そうなんです。龍のこの口と、もちろん虎のベロ、この赤もそうですし、この赤なんですか。これは雲です。雲です。雲ですね。龍と雲ってやっぱセットなんですよね。雲を自在に操るので。赤い雲って面白いですね。そうなんですよ。これもだからこの刺繍職人のそのセンスですよね。すごいですよね。でしかも赤と白でこう2つにこう色使い分けてるんですよね、この雲が。これがまたかっこよくて。でこちらもジャパンが入ってないんですよ。その分大きいんですかね。そうですね。これもすごいですね、迫力が。そうなんですよ。こちらがまた薄い茶色系の龍なんですけど、このブルーにコントラストがすごいんですよ。色を何色か分けてるんですね。そうです。グラデーションつけてますね。パイピングを見てもらっていいですか。こちらヴィンテージがですね、もうネイビー白なんですよ。なのでこちらもネイビー白に準じてるんです。で本来ですね、パイピングが入ってる方っていうのが、パイピングが入ってるスカジャンって、古いものにしか入ってないんですよ。50年代中期ぐらいまでですかね。なんですけど、大概パイピングが入ってる方が実は表面、A 面として捉えることが多いんですけどね。そうなんですね。ただ私としてはやはりちょっといいですか。やはりですね、このキルティング面ですねのこちらのジャパンマップ柄っていうのを A 面として考えちゃってるんですよね。それはやっぱりこの刺繍、でもこれどっちもこの和紙の刺繍の凄さもお話しいただいて、逆に龍虎も見たことないそうですね。
迫力ありますよね。柄ですよね。はい、あと、キルティングっていうのも私好きなので、こちらを私は今回 A 面として出してる。そうなんです。はい。こう僕ワシとか虎とか竜とか、こう今お話をねいっぱい伺ってきて、これまでにも、マップも以前にもちょっとお話聞いてたんですけども、やっぱりマップってこうやって改めてくると、文字の要素とかもすごい多いから、そうなんです。地名をこう見てるだけでも面白いですよね。間近でこう見たくなっちゃうようなね、そういう魅力もあるなと思って、あとその日本列島のこの形であったりとかがもう一つのデザインとして素晴らしいものなんじゃないかと思うんですよ。そういう見方もね、いや素晴らしい二方ありがとうございます。また今回も、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。